今回は混合型宇宙戦艦をメインに機体紹介していきます。タックパックコアモッドにある冷や島の名を冠する武器を使うというのがビルドのコンセプト。武器に合わせた船体は全長61ブロックとなりました。宇宙戦艦系の構造はおおむね基礎浮遊用ホバー、上方向ホバーバグ、スラスターからできてます。反重力は色が変わるのがあまり好みではなく不採用。操作は航空機系で、ジャイロは非搭載。巡航時140キロ、ブースト時150キロ。旋回性能はタックパックモッドのリアクションアジャストメントスラスターで補ってます。なお、前後両舷に空間を設けてあるので、お好みで追加ブースターなどをつけてもよし。ラビスブロックのアリーヤブースターをつけた場合は、こんな感じで少しアクロバティックな動きもできるようになります。輸送はすべてタックパックモッドのもの。艦首用電子衝撃砲としたタック EPMS クリケットメインキャノンはタックパックスペースファイターズモッドの武器です。6秒チャージで一撃。他の武器と系統を分けるために回路を入れて1キーをちょい押しで射撃するようにしました。混合型で終われず、村雨型宇宙巡洋艦をビルド。村雨型のスペックと武装はこちら。武器はレールガンにしたけれど、緑のビームを撃つならタックの武器ですね。ついでに敵役もいなければな。というわけで、ケルカピア級高中高速巡洋艦抜病。ケルカピア級のスペックと武装はこちら。外観的に 3×3 の武器だと収まりがいいね。赤いビームっぽくしたい時に合うのは財布アイモッドのプラズマキャノンやプラズマレーザーくらいかな。戦闘テストするよ。相手はケルカピア級4隻、こちらは混合型1隻に村雨型3隻だ。艦首用電子衝撃砲第一射で命中したけど戦闘力は奪いきれてなさそうだ。本戦闘の目的は敵の殲滅ではなく一定の打撃を与えた後離脱すること。こちらはシールドがなく打ち合いは不利で、頼みの綱は艦首用電子衝撃砲になる。手前のを狙ってるようだけど条件良くないぞ。今のは握手だったな。被弾回復も踏まえると陽電子衝撃砲は打てて5、6射だから命中するかどうかがテストの成否に直結する。第三者命中、敵の大破を確認。おお、危ねえ。大破させても油断ならない。第4のチャージ開始。狙いは悪くなかったけど命中せず、後がなくなってきたな。村雨型が残存しているうちになんとかしたいところ。先ほど外したやつが完備を向けている。続けて狙うぞ。第5射、距離がありそうだが。よし、命中。あとは奥のやつだな。ターゲットロック。艦首回答。一貫正面で。よ
力は低下させたが、戦闘力が残っているやつがまだいるな。艦のダメージコントロールはできている。なんとかもう一射いけるか。バッテリー的にはギリなはず。本当にこれでラストだ。よし。おいバカ、バッテリーギリって言ってるだろう。欲張るな。4隻のケルカティア級には一定の損害を与えることができただろう。早急に離脱する。被弾が抑えられて攻撃力を失わず飛行することができていたのが良かった。これで戦闘テストは終了です。ちなみに今回の戦闘でインクリースレンジモッドを入れてみたんだけど良かったです。特に大きいテックだとより近い距離に存在を感じるから、この距離でもう反応しなくなっちゃうのというのが減るね。というわけで3年ぶりの艦艇ビルドだったのですが楽しくできました。見てくれてありがとう。またね。